はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、URPC でございます。今日はですね、タイトル見てもわかると思うんですけど、こちらの、1000円で買ったジャンク PC のご紹介と、あとはこちらのジャンク PC にちょっと、お金を使ってもっと綺麗にしようかなと思っていますけど、まずはこのパソコンをどこから買ったっていうかと、スクラップ屋さんとか、なんていうの、こう、電気のものを集めたりとかする人、リサイクルショップっていうか、こういう、お店とかではなく、こう、なんていうの、こういう集めてるものところへ行って、そこで、ちょっとパソコンとかを見て、で、こちらのパソコンにはですね、動くかどうかはちょっとわかんないんですけど、ただこちらのパソコンには i7 のシールが貼って、で、グラフィック、後ろから見たらマザーボードもちょっと新しいっぽくて、あとグラフィックスボードもついてるので、いいものだと思って買ってみました。ただ買ったのはですね、ジャンクっていうことなので、1000円だけで購入ができましたので、今日はこちらのパソコンの確認とか、あとはもし動いていれば新しいケースに入れて、あとは自分の方からちょっとHDD とか SSD とか他に電源交換などとかいろいろちょっとお金を使ってきれいにしようと思っていますので、今日はこれの動画になります。で、まずはですね、こちらのパソコンの確認からいきます。もし BIOS の画面が出たら、その後は別に何でもできるので大丈夫です。BIOS の画面までは出てほしいので、まずは BIOS 画面が出るかどうかを確認してみましょう。はい、こんな感じでですね、モニターを用意しました。マウスキーボードとか全部つなぎました。それではですね、確認してみましょう。ちなみにこのモニターもですね、同じところから1000円で買いましたので、これがモニターの確認のとモニターもちゃんと動いてるかっていうか、ちゃんと映ってるかどうかが確認になります。それではですね、まずはちょっとキーボードをこちらで用意して、あとは電源が入るかどうかを確認してみましょう。それでは行きましょう。電源は入りました。ただ結構音がちょっとうるさく感じがします。ただモニターは出るかどうかですね。モニターはちょっと入ってる。入りましたかな。HDMI ではなくDVI。はい、モニターは出ましたね。線がちょっと揺れていましたので、ちゃんと差し直したら、モニターは出ましたけど、BIOS の画面を出るかどうかを確認してみたいですね。一回電源を消して、もう一回電源入れて、出ると F2、F2 ね、どっちかで出るはずけど、出たらいいけどね。まあ画面がちゃんと出たら問題はないと思うんですけど、はい、BIOS の画面は出ました。BIOS の画面は出ましたので、いいね。結構いい CPU がついています。ちょっと近くに行きましょう。こんな感じのスペックになっています。CPU はですね、i7 の 1600K がついています。3.4GHz で。メモリが 16GB を最高ですね。1000円でも宝物が返ってしまいましたっていうことなので、まあこちらのパソコンはですね、もう他に HDD などがついていないんですね。で、グラフィックスボードはですね、GTX の570がついています。何ギガがちょっと古いものなのでわかんないんですね。それではですね、ちょっとこのパソコンからその全てのパーツをですね、ちょっと外して別なパソコンに取り付けて、ケースに取り付けて、
学校用パソコンをこれから、この古いパソコンから、結構いいパソコンを作ろうかなと思っています。それではですね、行きましょう。こんな感じでですね、パーツをその古いパソコンから出したね、グラフィックスボードとマザーボードとか CPU とメモリなどを出してました。で、次はですね、ちょっと新しいパーツをですね、新しいパーツはですね、皆さんは見えると思うんですけど、で、SSD はですね、キングストンの 240GB の SSD を付けます。で、電源はですね、そちら古いパソコンの電源も大丈夫でしたけど、ただ電源もちょっと交換します。スマート500W の電源にします。で、置いてあるのはですね、あとは HDD バラクーダの2テラの HDD になります。そちらの小さい袋に置いてあるのは、ファンの分岐ケーブルかっていうか、その1つファンから3つにできるやつの線になっています。で、こちらの小さい箱が4つが置いてありますけど、こちらに何か入ってるかっていうと、このメモリのヒートシンクとか、あとはこの普通のメモリを RGB にできるものが入っています。これは初めて使うので、皆さんリンクをお知らせしますので、気になっていればぜひご購入ください。で、ケースはですね、NZXT さんの S340 の白バージョンですね。白を使っていきます。で、CPU クーラーですね。CPU クーラーのコテツの小さいバージョンのやつを使っていきます。で、CPU クーラーに上に置いてあるものはですね、RGB ファンです。こちらの RGB ファンも僕、今回初めて使用しますので、こちらの RGB ファンはリモコンなどで光が変えることができます。それではですね、組み立てをしていきたいと思います。それでは行きましょう。
Get the party.